ヤッホーとしきです。今回は全プレイヤー救済天根最強ビルドと5章おすすめ攻略5選ということで、今回はねマジでヤバいの見つけてきました。今回の動画はご覧の感じでまとめてきました。まず最初に誰でも簡単天根最強ビルドということで、こちらの天根を利用した第1章からもちろん使える武器とか装備も関係なく、誰でもめちゃ強に使える戦法をご紹介してから、また毒ビルドとして前回の動画で紹介したこちら激レア防具の毒種、こちらを使った毒ビルドを解説していきます。その他サブクエストや隠しエリアを解説してから、最後第5章のラストボスめちゃくちゃ強いので、そいつを天根ビルドで使った倒し方解説しています。よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。それでは早速誰でも簡単天根最強ビルドをやっていきたいと思います。まずこのビルドは誰でも簡単で、かつ第1章からスキルを覚えてしまえば誰でも使えるというめちゃくちゃ便利な戦術になっています。直近のライブ配信でたまたま発見したんですけど、この天根ですね、遠距離攻撃を防ぐ攻撃ありますよね。これ皆さんあんまり使ってないと思うんですけど、これから紹介するこの天根ビルドを使ってさえしまえば、皆さんの悟空のゲーム感というか、もう世界がまるっきり変わると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。めちゃくちゃ強いです。はい、まずは見てもらった方が早いと思うので、こちらをご覧ください。天根を近接で使っていくビルドになります。ご覧ください。こんな感じで敵がひるむんですよね。道中の雑魚敵いろんなやつ試しましたが、こんな感じでもうワンパンと言っていいほど敵は何もすることができずに倒れてしまう。続いてはこういうタイプの敵で試してみました。全員が全員ひるむわけではないんですけど、小型の敵だったらほぼほぼ 100% ひるむんですが、こんな感じでひるまない敵は回避しながらやっていても食らってしまいますよね。そんな時は一応ね、右下をご覧ください。はい、この辺りで、はい、見えますかね。混成ゲージの溜まり具合が異常なんですね。で、今回はこれ飛竜北条という竜の武器を使いながら混成ゲージを消費すると HP が回復するスキルを覚えているので、多少攻撃を食らってしまったとしても、はい、3本溜まりましたね。攻撃食らったんだけど混成ゲージを消費すればご覧の通り大ダメージを与えながら HP がほぼほぼマックスまで回復してるという。さらに飛竜北条の特殊効果でゲージを3本以上貯めてこんな感じで銃撃を放つと雷死攻撃になって敵が雷やられ状態になるんですね。この時は敵がひるみやすくかつダメージが上がるといった仕様になっているので、すごく相性がいいんですよね。はい、一撃1100とか1800とか出た時もありました。実は混成ゲージがめっちゃ溜まるだけではなく、もう一つ隠された能力があります。こっちの方がやばいかなと正直思っています。はい、こんな感じで2章でもこういった形のボスいましたよね。2章からも使えるんですが、低心術も使って混成ゲージがどんどん溜まっているんですけど、はい、もう1個溜まるものがありましたね。右下お坊さんが今溜まってたんですよ。崩して混成ゲージ3つ消費してまた崩して、でここからさらに天根ですね、ずーっと繰り返して、これ DPS がマジでやばいんですね。でもうそうする間に混成ゲージがレベル4まで溜まって、はい、また崩しますね。敵ひるみます。そしてまた天根を繰り出していくと、なんとお坊さんがもう溜まってるんすよね。こいつ溜まりにくいのにこの短時間でもう使えるようになっちゃうんすよ。さあはっきりどのくらいの速さで溜まるのか見ていきたいと思います。まずお坊さん使ってゲージ0にして低心術、こっからのバリ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 やばいですね。やばいですね。お坊さんがもうやる気満々ですね。すごい。一連でもう9割ぐらい溜まってますかね。もうマジやばいな。混成ゲージが2ゲージ分以上溜まってると、敵は雑魚敵ボス関係なくひるませることができますよね。でさらにお坊さんは確定ひるみで大ダメージを与えることができる。そのひるんでる間に天根でバリバリ DPS 出しながらじゃんじゃん貯めていく。でまたひるませてお坊さん出しての繰り返し、しかも HP も回復するっていうんで、これはね第1章第2章ぐらいでもうスキルが整ってさえしまえば、どんな敵に対しても使える有効な戦法になりますよね。これ発見した時マジでね鳥肌立ちました。マジで強いっす。そして一応注意事項なんですが、これ天根は普通にその場で L2 だけだと攻撃回数が少ないんですね。L2 を押しながら前進をする攻撃だとバリ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 いくんですけど、はい、立ち止まってしまうとゆっくりな攻撃になってしまうので、前進しながら使うようにしてください。また盾持ちなどは正面から攻撃するとこうやって弾かれてしまいますので、基本的には後ろからの攻撃の方がこうやってひるませることができますんで、後ろを狙うとかなり使いやすいと思いますね。もちろん小型の敵だったら正面からでも関係ないです。ずっとひるませることが
できます。それでは今回使っていた天根ビルドの装備やスキル解説していきます。まず先に解説しておくんですが、この天根ビルドとはいうものの、天根が強いよというのが主な部分を占めますんで、ぶっちゃけ装備、防具、コンパク、どれでもいいです。第1章、第2章からどんどん使っていただきたいので、正直その時にある一番強い武器とか防具で全然構わないです。その上で、これがあったらより強いんじゃないかなという装備などを紹介していきますね。まず第1にこちらの武器、飛竜砲城ですね。前回の動画でも紹介はしてるんですが、この武器を作るために第1章、2章、3章、4章と各種の竜ボスを倒す必要があるんだけど、めちゃくちゃ強いっすね。攻撃力が108となっていて、第4章の時点でゲットできる武器としては破格の性能になっています。さらにさっきの動画でもあった律魂の技の威力が上昇するのと、3ゲージ、4ゲージ貯めた時の銃撃、律魂を繰り出すと天竜を呼び出し雷を落とす。この時に雷の耐性がない敵に対してはほぼほぼワンパンで雷死状態、雷やられ状態にすることができるんで、その後の天根の威力もしくはお坊さんの威力も大幅に上げることができます。しかもひるみやすくなる。この武器の入手方法は前回の動画たちで紹介しているので、そちらを参考にしてみてください。そして防具はアップグレードしたこちら竜輪シリーズを使っています。なんでこれを使っているのかというと、雷属性の攻撃の威力が少し上昇するというのがあるのでつけているって感じですね。これも結構最初の方、中盤行くか行かないかぐらいからゲットできたと思うので、もしね、飛竜砲城僕みたいに使う方はこれ使ってみてください。雷の威力が大幅に上がるっていうわけではなかったんですが、一応雷属性で統一してるっていう感じなんで、他におすすめの防具とかがあればぜひ教えていただきたいっすね。そしてコンパクはみんな大好き暴魂お坊さん使ってますね。これマジ強すぎますよね。この暴魂の溜まり具合に関しては僕はマックスまで強化しているので溜まりやすくはなってるんですけど、おそらく第1章第2章の時点で天根使ってもかなり溜まると思いますね。で、暴魂を使わない、もしくは暴魂をゲットし忘れてしまったよという人は、ちょっとここはね、視聴者の皆さんにコメントで教えていただきたいんですが、個人的にはね、亜光角とかこういう新規消費が普通で敵を凍らせるみたいな使いやすいやつがいいと思ってるんですけど、今回の天根で新規消費多めと書いてあってもバリバリ溜まっていくので、今まで使いづらかったものが一気に使いやすくなってるんですね。なので携帯効果含め新規消費多めだけどこれ天根ビルドに合うんじゃねっていうコンパク、もしあったらぜひ教えていただきたいですね。個人的には亜光角新規消費が普通でもともと溜まりやすいのに、これ天根で使ったら一瞬で溜まったんで、こいつは何かっていうと霊気のフィールドを作り出して敵味方両方氷管状態が蓄積されるんですが、これねボスも凍るんすよ。で凍らせてしまえばまた天根の餌食 DPS すごい勢いで出せて、でまたそうしてるうちに亜光角が溜まってまた凍らせてみたいな無限の繰り返しができる敵もいると思いますんで、これおすすめなんですが、他にもねいいのがあったらぜひ教えてください。続いてアクセサリー枠見ていきましょう。こちら古刀杯連続して攻撃が敵に命中すると短時間攻撃の威力が少し上昇する。これ使いにくかったですよね。でも天根にうってつけのアクセサリーだと思いませんか？あとは普通に会心率を上げたりとか、ただ特に天根ビルドは天根に一生懸命になって被弾することが多くなると思いますので、防御力が上昇するとか、ここら辺はやっぱりつけておきたいですね。あとはバフアイテムですね。このあたりの攻撃力が上がるとか混戦を得るとかはもちろんおすすめなんですが、個人的にはこれですかね。軽心3という服用すると一定時間動作で体力を消費しなくなる、スタミナが減らなくなるんですね。天根はずっとスタミナを使い続けるので、天根やり終わって回避しようと思ったらもうスタミナが少ないですみたいなのが結構ね困った時があったんで、こういうの持っとくと便利かもしれないですね。そんなに困りはしないんですけどね、一応持っておくと便利です。そして必要なスキル見ていきたいと思います。武芸の右の列ですね。これはもうマストで、天根のところなのでね、今回の核とも言えるスキルになってますんで、ぜひここは一番下まで覚えてみてください。大体読めばわかると思うんですが、一応これ動画でやってなかった天根やってる時に三角を押すと急接近攻撃ができるよとか、下2つはかなり重要ですね。天根を繰り出す時スタミナの消費量が大きく減少する、これはマスト。そして一番下もマストですね。これが今回の肝なので、天根が敵に命中すると獲得する根性が大幅に増加する。そもそも僕はここを読んで気づいたっていうのもあるんですけど、どのくらい増えるのかなと思ってやったらめちゃ増えたって感じですね。あと対弾修練でスタミナは上げておきましょう。あとはどのビルドどの武器を使っても必要なものは上げておいてください。そして右の梱包に行って、こちら必ず覚えておいていただきたい。創始根性を一段消
費した時に生命力がわずかに回復する。これは3段階まで上げていただきたい。またこの混星を消費して重魂を繰り出すと敵の残り生命力に応じた威力が加算される。これも強いと思いますんで覚えておいてください。あと地味に便利なのがこのチャージ速度がわずかに上昇するっていうやつですね。天候を使ってると2ゲージとちょっとまで貯めれることが非常に多いので、3ゲージ目まで貯めたいとかちょっとチャージしたいっていう時に速度が速いとすごく便利です。あとは3種類のコンのスタイルがあるんですが、ぶっちゃけどれでもいいです。僕は飛竜北条で律コンの威力が上がってますし、雷攻撃も出せるのでこれを使っているんですが、オーソドックスにこちらの壁コンって読むんですかね、壁コンでもいいですし、個人的には死コンがおすすめです。ちゃんと見切りもついてますしね、遠距離から一方的に攻撃ができるのですごく便利だと思います。はい、もうあとは特段必要なものってないんですね。普通に戦っていく上で必須級のものは大体皆さん覚えていくと思いますんで、天根さえやったらいいよっていう軽い感じのノリで使えてめちゃ強いっていうのがこのビルドの売りなので、ぜひね使ってみていただきたい。ちなみに今回の5章のラストボスもこの天根で見事突破してるので、5章ラストボスの倒し方というところもぜひ合わせてご覧ください。続いて毒ビルド解説していきます。前回の動画で紹介したこちら毒種ですね、激レアの装備になっているんですが、詳しい入手方法は前回の動画ご覧ください。こちらは固有妙法で会心時のみ毒エンチャントすることができるようになっています。でこちらは何のシリーズかというと、第4章クリア時にゲットできる牛の総金庫とか牛シリーズの一部で、腕だけ上位互換という感じになっています。本来は腕牛のトゲゴテなんですが、その上位互換として毒種ということになっています。そしてセット効果2セットで自分が毒食状態の時に持続的な毒ダメージが大幅に減って、さらに4セットで自分が毒の時に攻撃の威力が大きく上昇する。これについて検証してきました。さらに4章クリア時にゲットできる中根100眼会心率もついているので、好都合で本性を消費すると生命力を回復することができて、さらに自分が毒の場合はずっと毒エンチャントをつけることができる。これ結構便利ですよね。で自分を毒食状態にするのはどうやってやるのかというと、こちら討伐毒の針自身に毒食状態を付与する。こちらの付け剤を入れることによって回復アイテムを飲むと、その度に自分が30秒間毒食状態をゲットできます。ちなみにこの付け剤の入手方法は第4章の花間橋から少し進んだところにこちら活用大使ってやつがいるんですね。こういうサソリみたいな青いオーラをまとったコンパクをゲットできる敵なんですが、こいつを倒すとゲットすることができます。まず試しに回復してみましょう。この状態で毒食状態が30秒続いて、今のところ持続ダメージが7ずつ入っていますね。さあどのくらい食らってしまうのか見てみましょう。毒が終わりましたね。30秒後これぐらい食らってしまうというね、まあまあ結構食らいますよね。ただその分威力も上がっているはずです。ちょっと見ていきましょう。まずは毒ではない状態で一撃どんなものか。はい、102会心で139ですね。これで飲んでみたいと思います。さあ普通の攻撃が127、おすごい上がってますね。159ということでプラス一撃のダメージが 20% ぐらい上がってるっていう感じですかね。もしくは会心時のダメージの比率を見る感じ、プラス20とか固定値で上がっているのかもしれませんが、かなり威力は高くなっていると思います。さらに先ほどの天根と組み合わせれば毒エンチャント会心時に与えることができますんで、こんな感じで戦っていれば敵がね毒になるんですよね。はい、もう毒になっていますね。一撃63ずつ入ってます。これ結構強いっすよね。はい、毒だけで倒しました。会心率さえ上げればとてつもないヒット数になりますので、敵をねすぐ毒にさせることができますよね。これも強いと思います。ただボスによって敵によっては毒が効かない敵、来死状態にならない敵もいるんですけど、効く敵にはめちゃくちゃ効くといった感じになっています。一応この毒食ビルドの注意点なんですが、右下ご覧ください。司祭耐性のところの毒食耐性、僕は10の状態だったんですね。ここで例えばアクセサリーで毒食耐性をプラス10にして22にしてみます。持続的なダメージが5に減っていますよね。そしてさらに毒耐性を30、40と上げてしまうと、毒食状態になっている時間も短くなってしまいます。おすすめなのが毒食耐性20代ぐらい、1秒ずつに食らうダメージが7から5に減らした状態で戦うのが安全になるかなといった感じ。毒天根ビルドもね非常に強力だと思いますので、ぜひねこちらも合わせて使いたい人は使ってみてはいかがでしょうか。マジでね
ね、毒ダメージって結構入るんだよね。はい、知りましたね。それでは馬の隠しサブクエやってみたいと思います。第5章でようやっと完結です。これをクリアすると、こういった感じの馬の変化をゲットすることができます。はい、弱攻撃がこんな感じで、混成ゲージみたいなやつをどんどん貯めていけるんですね。で、溜まったら R2 と四角でつよつよモードに入ります。で、そうしたら三角を押すと、普通の攻撃も雷エンチャントがついてるんですが、雷の陣を作って、その中にいると継続的に雷ダメージ与えてくれるんですよね。これ一発450とか入るんで結構強いと思います。動きがちょっと遅くて使いづらいっていう感じもあるんですが、雷の円を出すだけでもかなり、ちゃんとした仕事はしてくれると思いますので、欲しい方はぜひ取ってみてください。それではこちらの馬のクエストラインを解説していきます。やることは簡単です。第1章から第5章までこの馬の NPC を探して会話する、これだけですね。ただその分5ステージにわたってこの馬があっちこっちに存在してるので、後から例えば第1章第2章に戻って馬に話しかけようとしても、どこかでフラグが折れている可能性が非常に高いです。僕はたまたま第1章のステージで馬を見つけて、第2章でもたまたま馬を見つけたんですね。なのでそのあたりからちょっと探索して馬いねえかなと思ったら全ステージにいたと。もしこのあたりで馬がいなければ2周目でゲットするといった感じになると思います。もしこの動画で気づいて後から第1章第2章のステージに戻ってゲットできたよという方はぜひコメントで報告くれると皆さん参考になると思います。よろしくお願いします。まずは第1章のステージの水竹林の後山まで飛んできてください。はい、飛んできましたらまっすぐそのまんま目の前の道を進んでいきましょう。敵が見えたら左の細道に入っていきます。結構分かりづらいっすよね。はい、こちらですね。最初、座禅ポイントでもあるんですが、こちらですね。この辺りに馬が最初いたので、会話がループするまで会話してください。続いて第2章は、こちら、左門村の一番最初のワープポイントですね。村の入り口に飛んできてください。はい、飛んできた画面から左の順路を進んでいきましょう。あちらの門をくぐっていきます。門をくぐったら左ですね。はい、こちらのこの辺りにいますので話しかけてみてください。続いて第3章は下の方のここの山門というところに飛んできてください。はい、飛んできましたらまっすぐそのまんま目の前の建物に進んでいきます。ちょっと道のり長いんですが動画の通りに進んできてください。左の階段を登っていきましょう。右に迂回する感じでこの辺りから飛び降りてしまいましょう。こちらの建物に入って2階に上がっていきます。上がったら左、そして左ですね。この2本目のこの辺りですかね。鐘が2つあるところのここに確かいたと思います。ここでもまた会話を終えましょう。第4章の万資料の万資堂、そちらの中層に飛んできてください。飛んできましたら祠を向いて右に進んでいきましょう。降ります。はい、こちらでボス戦があると思います。そんなに強くないので倒してみてください。
はい、こちらですね。まだ馬をゲットしていなくてここまでたどり着いた人は、ここに一番でっかい眉がここにあると思うので、確か叩くとムービーが入ったと思いますので、やってみてください。その後また会話してください。そして最後のステージですね。こちら第5章の火炎山の上から2番目の水雲殿というところまで飛んできてください。飛んできますと、こういった形のオープニングの場所になっているんですが、ここからこっちの先の方に進んでいくとムービーが入って、ストーリー上のボスと戦うことになります。そいつを倒しましょう。そのボスを倒すことができたら、水雲殿から2個上の谷の入り口に戻ってきてください。はい、谷の入り口に戻ってきましたら、順路を進んでいきましょう。ここを右に降りていきます。はい、ここも右の方角でもっと右を向いて、この木が目印ですね。この木の方角にこっちに進んでいきましょう。敵がどんどん出てくるんですが、目の前ですね。何やら戦車のようなものがあるんですが、ここでこの雑魚敵を倒して、あらかた敵を倒しましたら、この戦車の口から紐が出てるので引っ張ってください。さっきのストーリー上のボスを倒す前までに来たら、ここを引っ張るしか出てこないんですけど、ボスを倒した後だったら、強く引っ張るという選択肢に変わってると思いますので、ここで引っ張るとこの馬がゲットできると思います。ぜひ入手してみてください。第5章の隠しエリアの解説やっていきます。今回この隠しエリアに行くことで、こちら大力王のお面とか大力王の三門甲、非常に防御力が高くて強い防具の素材をゲットすることができます。もちろんこちらは4セット効果がある通り、防具が4つ存在するんですが、1周目だけでは素材が足りずに2周目まで行って第5章の隠しエリアにもう1回行って素材をゲットすることによってようやっと4セットゲットできるよということになっています。ただまあ3セットだけでも破格の性能になっていますので、ぜひこれはゲットしていただきたい。また豪華城という攻撃力100、防御力40の結構強めな武器の素材を2つゲットすることができます。下の方豪華城と書いてあるやつですね。残り1個の場所は後ほど解説します。また隠しエリアにはカエルの中ボスがいて、第1章第2章とかいろんな章にいましたよね。こいつ自体は確か第1章の時点でゲットできたと思うんですが、このコンパクのレベルを上げていくには、このカエル自身を倒してゲットできたオタマジャクシでしたかね。下に素材が1分の5って書いてあるんですけど、これが必要になってきますんで、ここでもカエルは倒しておいた方が良さそうです。まずクエストラインを解説しておきます。とある NPC が第5章の一番最初からいるんですが、そいつと3箇所でお話をしてから、最後こちら清涼坂というところに行って、中ボス的なやつを倒すと、このマル秘壁水道というところに行けます。こちらが隠しエリアですね。まずは第5章始まってすぐの一番最初のワープポイント、下梁一ノ関って読むんですかね。一関に飛んできてください。はい、飛んできましたら、そのまま順路右に進んでいきましょう。これはね、もう皆さんやってると思うんですが、このままずっと進んでいくと、この辺りでね、戦闘が起こっています。NPC と戦ってください。まずは最初 NPC が敵の状態で出てきます。こちらですね。で、倒し終わりましたら、会話がループするまで会話を続けてください。会話が終わったら、進んで左の方に行って、また左に迂回してここを登っていきましょう。そうすると戦車みたいな中ボスみたいなやつがいると思います。はい、ここですね。本来はここにいるので、こいつを倒しましょう。そして倒したら奥のワープポイントを解放しておきましょう。ここで休息を1回してください。で、休息が終えましたら戻っていきましょう。そしたら今度はこちらの階段を登っていって、この辺りに確か NPC がいたと思いますので、また会話をループ終わらせてください。はい、今ので1、2箇所の会話が終わったので、次3箇所目の会話ですね。こちら水雲殿に飛んできてください。飛んできましたら順路をまっすぐ進んでいきましょう。この先でボスがあったところですね。
はい、ずっと順路を進んでいきましょう。で、右の方ですね。はい。はい、この辺りまでたどり着きましたら、ここで中ボス戦があると思います。戦車みたいなやつですね。で、そいつを倒した後に、また戻ってくると、ここにいるんですね。はい、ボスを倒したら、もう一回ワープしてここに戻ってきましょう。で、ここで最後の会話ですね、ループするまで続けてください。続いて、清涼坂に向かうんですが、その前のこちらから解説していきます。下梁三の関、三関に飛んできてください。はい、飛んできましたら、祠を向いて右側にね、またこういうのにインタラクトすると種を落としてくれる中ボスキノコの化け物が出てくるので、取ってみてください。で、今回は左順路に進んでいきます。ここはギミックででっかい鉄球が落ちてきて一撃で触れると死んでしまいますのでご注意ください。はい、この敵を越したら目印ですね。はい、ここまで進んできましたら、最初鉄球がいたらここに避難すると思うんですが、こちらを見ると炎の壁があるんですね。で、僕はないんですけど、これからこっちの先の方に進むとムービーが入って火を消してくれるムービーがあるんですね。そうしたらここに戻ってきてこちらに進んでいきましょう。で、まずこの辺りでゴーレムみたいな敵と戦闘になります。先行ビルドで解説していた時に戦っていた岩のボスですね。そいつを倒すと隠し武器の素材を一つゲットです。で、倒しましたら右斜めまっすぐに進んでいきましょう。はい、この開けた場所まで進んできましたら、この辺りですね、ここら辺に渡すといったインタラクトできるボタンが出てきます。で、ここに何を渡すのかというと、ここら辺にいっぱいいますよね。地面から出てきてるヘビみたいなやつ、こいつを倒すとカレイサというアイテムをドロップします。そのドロップしたアイテムを渡してください。そうすると隠しボスと戦うことができます。で、ここでも先ほど解説したこちらの隠しエリアで入手できる隠し武器、あれの素材を1個ゲットできます。ここで2つ目ですね。ちなみに余談ですが、この豪華城ですね、第5章の隠し武器になっているんですが、豪華章の素材が1つ足りないと思います。3分の2になってると思うので、これから残りの1つを回収しに行きたいと思います。場所がこちら第5章2番目の谷の入り口に飛んできてください。飛んできましたら順路をまっすぐ進んでいきましょう。はい、ずっと順路を下っていって、ここをね、左の方に抜けていってください。こっちですね。
ちょっと回り道してしまいましたが、こちらですね。こっからまっすぐ進むとでっかい岩のボスが出てくるんですね。で、注意点なのが、ここ僕は火の耐性を上げているので持続ダメージ食らわないんですが、永続ステータスアップで火の耐性を上げておく、もしくはこちら壁化刀ですね。第1章でゲットできたこの隠しのアイテムを使えば一定時間火に侵されず、しかも混成をゲットできるのでかなり便利ですね。溶岩の地形による火炎の傷を負わなくなる。これを使ってみてください。で、そのボスがいるのが確かこの辺りですね。普通に進んでくれば目立つ感じでいると思いますので、ぜひ倒してみてください。はい、倒しましたらこちらの方角に進んでいきましょう。はい、ここがワープポイントですね。で、このワープポイントからまたさらに進んでいきましょう。そして開けた場所にたどり着きましたら、またここで中ボス戦が始まります。そんなに強くはないんで倒せると思います。その後ムービーが流れる、もしくはここら辺に確かね、馬っぽいその NPC が倒れてるので、話しかけるとこちらに入ることができます。はい、このまま進んでいくんですが、皆さんはもうムービーが入って隠しエリアに到達していると思います。で、この先の隠しエリアをどんどん進んでいって、そのラストのボスを倒すと大力王シリーズの防具が作れるよという感じになっていました。で、ちなみになんでここに来たのかというと、ここまっすぐ行って左の方、こっちの方にですね、その隠しのカエルがいたんですね。この辺りかな。あ、こっちの方にいましたね。はい。ここにカエルがいるので忘れずに倒しておきましょう。はい。それでは最後に5章のラストボスの倒し方解説していきます。今回は配信中に倒してしまったということもあって、落ち着いて敵の攻撃モーションを解説できるようになる前に倒しちゃったんですね。でも今回は最初に紹介した天根ビルドで攻略していますので、主にそちらを参考にしてみてください。いつものごとくなんとなく敵の攻撃パターンも解説していくんですが、天根の使い方ですね。そっちの方がかなり重要になってきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは攻撃パターン見ていきたいと思います。ご覧の感じでちょっと解説しにくいんですけど、変な格闘術を結構使ってくるんですね。でもちょこちょこ攻撃してきてダメージもそんなに大きくないので、まあここはね、お願いローリングでも避けれると思いますんで、ちょっと避けてみてください。2パターン目見ていきます。左手から剣が伸びた時に3連撃してきて、踏ん張った後に地面からトゲを刺してくるんですね。これが一番やばいですね。これ避けれたらかなり楽になるんですけど、今回はリツコンがかなり重要な感じだと思います。空中に逃げてしまえばこんな感じでスタミナが減るだけで攻撃食らわないので便利です。3パターン目、両手をクロスしたら 2×2×2、 そして最後にキックをしてきます。その後にまたトゲを刺してくるので、この辺りでリツコン使っておけば避けれると思います。ちなみにこの連撃の後の地面のぶっ刺し攻撃、避けるとこんな感じの攻撃してきます。ディレイ目に吹っ飛んできて2発、ここでブンブンと攻撃してきます。続いては絶対避けていただきたい攻撃ですね。深く突き刺して棒を出したらこんな感じで超範囲攻撃を全部で5回、 HP 減ってくると6段目までやってきます。ご覧の通りかなりディレイなので、横縦横縦横とよく見て避けてみてください。右手を出して棒を出したら全部で3段のなぎ払い攻撃をしてきます。これはね、結構避けるの慣れてしまえば簡単だと思います。 HP が減ってきたらさっきみたいに4段目までやってきます。ご注意ください。
一応避けるのが簡単な遠距離攻撃もしてきます。全部で5段の遠距離攻撃ですね。5回目がちょっとずらしてくるので、ちょっと早いかなぐらいで回避してみてください。走っても避けれます。これが最後の覚えてもらいたい攻撃パターンです。壁走りした後に着地してトゲを出してきます。かなり広範囲まで出してくるので、距離を取って避けるか、もしくは立コンで上に逃げちゃってください。第5章のラストボス実戦ノーカットでいきたいと思います。よろしくお願いします。今回の作戦はもちろん天候を使っていくんですが、低心術もお坊さんも使っていって、なるべくお坊さんを何回も使う。そしてこのように、ゲージをどんどん貯めていって、溜まった2本ないし3本の銃撃を使って敵の攻撃をキャンセルさせながら戦っていくといった戦法になっています。はい、こんな感じで敵がひるんで来死状態になってるんで、バリバリすごいダメージが入っているんですよね。で、無理はしないですね。弱攻撃と同じ扱いで天根を使いながら敵が攻撃しそうだったら早めに避ける。こんな感じです。早めに避けるのがコツですね。はい、こんな感じでゲージを貯めて、また来死状態を与えてバリバリ天根やっていきますね。早めに避ける、これですね。早めにやめるのがかなり基地といったところ、ちょっかいを出すみたいなイメージです。弱攻撃の代わりに天根を使うといったイメージでしょうか。はい、来ましたね。これ僕大嫌いな攻撃なんですけど、ちょいちょい避けるのミスりますが気にしないでください。全部で5段ぐらいですね。 HP 減ってきたら6段までやってきます。そして様子を見ながらですね。はい、低心術が回復したので天根でバリバリ、もうすごい勢いでゲージ回復してますね。で、気づいたらもうそろそろお坊さんが回復するんですね。はい、これは上に避けて、今吹き飛ばされましたが HP は減ってないんですね。吹き飛ばされただけなので結構安全っすよね。立コンもね、かなり使いやすいですね。この革新の竜武器であれば使いやすいといったところでしょうか。雷ダメージがめちゃくちゃ強いです。で、ここら辺で溜まったのでゲージを消費して HP を回復する攻撃も入れていきましょう。さあ、また木を伺って天根やっていくんですが、ここでお坊さんが溜まりましたね。2回目も使えるようになりました。めちゃくちゃ早いですよね。さあ、確実に当てていきたいところ、ここで当てていく。2600ぐらいダメージ入ってましたかね。で、これ結果から言うと3回までお坊さん1回のバトルで使うことができたんで、 2600×3 で7800ダメージは確定で入れられるので、気づいたら敵の HP めっちゃ減ってますよね。格闘とかは適当に避けて、遠距離は避けれないので立コンでもこんな感じで早めにキャンセルさせる。低心術が回復したらもう天コンでゴリゴリ DPS を出していく。結構やばいですよね。で、お坊さんも7割溜まってるっていう、これやばくないですかね。はい、雷ダメージもいい感じに入っていきますね。天根ゴリゴリって感じですね。来ましたね、僕の大嫌いな攻撃。これさえ避けてしまえば食らってしまった。避けることができれば勝てるといったところ。さあ、ここが大勝負といったところですね。5回で最後6回目が来ると、これが避けきれずに食らってしまってミリ残ったので助かったといったところでしょうか。さあ、お坊さんも溜まっていて遠距離を落ち着いて避けていって、ここで勝負を決めたいところ。決まりましたね。瞬身が決まりました。ここで操作ミスってたまたま坊主が出なかったのが幸運でしたね。ここでお坊さん合わせて最後2本とちょっと溜まっていない分をチャージして天竜でゲームセット。お疲れ様でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。全プレイヤー救済の天根最強ビルドと5章おすすめ攻略5選でしたが、いやマジでこの天根使いやすいっすね。もっと早く気づけばよかったな。これさえ使えば武器とか防具コンパクも関係なく第1章からスキルをちょっとだけ覚えるだけで使うことができますんで、ぜひね、難しいと思ってる方に使っていただきたい戦法っすね。今まで新規消費が多めでなかなか使うことができなかったお坊さんもそうですが、他にも結構使うことができるようになりますので、ここら辺も皆さん研究してみると何か面白くて悪さができるようなものが見つかるんじゃないかなと思います。ほんとね、このあたりは後発プレイヤーの参考になると思いますのでね、ぜひコメントよろしくお願いします。これからも黒神話悟空に詰まっている難しいなと思ってる方のサポートになるような動画どんどん出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。